ャンネル登録お願いします。
Are the young ladies comfortable?
はい、じゃあまず左の作品について話していこうか。これ、エマはどんな風に見える？この左の作品はミステリアスでちょっと不気味な印象を受けますね。3つの目が何かを見透かしているようで、視覚的に強いインパクトがあると思います。目が3つあるっていうのがまず面白いよね。で、なんかこの、仮面武道会みたいに目の部分を隠すようなやつがついてる。これが、孫悟空が乗ってる筋斗雲みたいな、雲が右から左に飛んでるような、そんな形なのもちょっと面白いかなと思ったよ。確かに3つの目とその配置が独特ですよね。言われてみれば目の部分が仮面のようにも見えます。雲のような形が飛んでいる感じも動きがあって面白い視点ですね。この作品を見て感じたのは、首の長さとストライプ模様が特徴的だということです。首が長いことで人物が現実離れしている感じが強まっているように思います。その首がストライプ柄なの面白いよね。アートでストライプっていうとピカソとか思い出したりするけど、ストライプになってるからよりニョキニョキ首が伸びてきた様子みたいにも感じられるかな。確かにそれがより目が3つなのと首が長いことで、どう考えても人間じゃないっていう感じはしてくるね。確かにストライプ柄が首の伸びを強調しているように見えますね。それにより確かに人間離れした印象が強くなっていると思います。なんで目が3つなんだろうね。あとさ、目が3つなんだけど目ん玉がないのもちょっと興味深いよね。何かを見ているというよりも何かを象徴しているのかもしれません。3つの目は通常の視点を超えた洞察力や何か神秘的なものを表しているのかもしれませんね。目が3つあるからより見えるはずなのに見てないみたいな、見えるのに見てないみたいな、そういう象徴というか表現のようにも今感じられたかな。3つの目がありながら何かを見逃している、あるいは意図的に見ていない、そんなメッセージが込められているのかも。これは現代社会で情報にあふれながらも本当に大事なものを見失っていることを暗示しているのかもしれませんね。そっか。見えてないっていうパターンと、あえて見てないっていうパターンがあるわけね。確かに面白いね。あとそういう意味では首の長さは何の象徴なんだろうね。首の長さは視野の広さや洞察力を象徴しているのかもしれません。長い首で高い視点から物事を見渡すように深い洞察を持っていることを示しているのかも。そうか、今面白かったのは首が長いことで視点が高くなって俯瞰で物事を見れるってことだよね。それは確かに面白いね。そうすると3つの目とつながってくるね。高い視点から物事を俯瞰し、通常では見えない真実や本質を見る力を象徴しているのかもしれません。こうした解釈が作品に深みを与えているように感じますね。確かにな。なのに見てないかもしれないっていうところが面白いね。で、一方であえて言うと、物事を俯瞰で見ることは大事なんだけど、より近づいて、現場で見るっていうか、より近くで、具体的に見るというか、そういう視点も大事だよね。俯瞰する視点と現場に近づいて具体的に見る視点、両方が重要ですよね。作品の中でそのバランスが取れていないことが、ある意味で現代の私たちの視野の偏りを象徴しているのかもしれません。俯瞰と近接、両方の視点を持つことの重要性をこの作品は問いかけているのかもしれませんね。面白いね。あとほくろも気になって、ほくろと髪の毛が長いことも気になったんだけど、エマはどう？ほくろと長い髪も興味深いポイントですね。うん、ほくろは個性やアイデンティティを象徴することもありますし、何か特別な意味が込められているのかもしれません。長い髪はその人物の内面の深さや経験を表現しているのかも。
こうした細部が作品全体のミステリアスな雰囲気をさらに強めているように感じます。ほくろも長い髪もどっちもなんかこう、ちょっと色気っていうか、セクシーさの象徴みたいな感じして、もしかしたらなんかその、不気味さというかミステリアスさと色気っていうのは、なんかちょっとつながる部分があるのかもしれないね。不気味さと色気の組み合わせは人間の複雑さや奥深さを表現しているのかもしれませんね。色気とミステリアスさが共存するというか、つながってる例ってなんかあるかな。なんだろうな。椎名林檎とか、例えば、でも椎名林檎は髪短い時もあるけど、なんか今思いつくことある？そうですね。色気とミステリアスさが共存する例としては、映画や文学でよく描かれるファム・ファタールのキャラクターが挙げられます。彼女たちは魅惑的でありながら謎めいていて、しばしば物語に深みと緊張感をもたらします。シーラリンゴもそうしたキャラクターに通じるところがあるかもしれません。このように色気とミステリアスさが組み合わさると、非常に魅力的で引き込まれるキャラクターが生まれるように思います。ファム・ファタールって何？ファム・ファタールはフランス語で宿命の女という意味で、映画や文学でよく登場するキャラクターのアーケタイプです。彼女たちは美しく魅惑的で、しばしば謎めいた雰囲気を持っており、物語の中で男性キャラクターを魅了しながらも、時に破滅へと。なるほどね。そういうキャラクターのことをファム・ファタールっていうんだ。面白いね。確かに、この人ちょっとそういう感じしてくるね。そうですよね。この作品の人物もファム・ファタール的な要素を持っているように思えます。魅惑的でありながら謎めいた雰囲気が見る者を引き込む力を持っていますね。じゃあ男はこういう女性に気をつけろってことだね。まあフィクションの中では特に魅力的だけど危険な存在に注意が必要かもしれませんね。じゃあ今度は右の作品についても話してみようか。わかりました。右の作品についてどんなところが気になりますか？まずなんか角が生えてんのびっくりだよね。角なのかなこれ。耳と似てるけど角だよねきっとね。角のようですね。この角が作品に不思議な雰囲気を与えています。角って何のためにあるんだろうね。動物の角って何だろうあれ。やっぱ攻撃するためだけなのかな。多くの場合、角は攻撃や防御のために使われますが、他にも縄張り争いや異性へのアピールなど、種によって役割が異なります。この作品での角は何か特定の意味を持たせているのかもしれませんね。そうか、攻撃だけじゃなくて防御もあるわけね。で、まあだけどその額にはなんかピースマークみたいのがあるから、ピースマークって平和の象徴なのかな。そうなんです。ピースマークは平和の象徴です。この角とピースマークの組み合わせがこの作品に複雑なメッセージを込めているように感じます。攻撃性と平和の共存、あるいはその矛盾を表現しているのかもしれませんね。でもあれだね、パンクファッションとかでパンクの人もピースマークとかをなんか使ったりするから、パンクって平和に思えないけどそこにピースマークっていうその構図と似てんのかな。で、この人もやっぱ目が3つあるけど目ん玉がないように見えるよね。確かにパンクファッションでのピースマークの使い方は反体制的なメッセージを込めたものがありますね。この作品も一見矛盾する要素を組み合わせることで何か強いメッセージやアイロニーを表現しているのかも。そして3つの目に目玉がないのも左の作品と共通していますね。そうね。なんかでも目ん玉はないけどなんか変な縦線があるのはなんか興味深いよね。これがだから僕らは目ん玉って黒目って丸いと思ってるけど、この長いやつが黒目だとしたら、この人は見えてるのかもしれないよね。しかも1個の目で3つの視点で見えるみたいな、そんな機能があるかもしれないよね。なるほど。その縦線が黒目だとする解釈は面白いですね。確かに私たちの常識とは異なる視覚の表現がされているのかもしれません。だとしたら興味左の
人よりは右の人の方がめちゃめちゃ見えてるっていう象徴かもしれなくて、しかも左の人は耳が見えてないけど、右の人は耳があるから、見えてるだけじゃなくてよく聞こえてるとか、あと口開いてるから、左の人は閉じてるんだけど、だから右の人は見えてるし、聞こえてるし、話せるし、食べれるしみたいな、なんか左の作品の人よりはだいぶいろんな可能性があるようにも感じられてきたかな。そうですね。右の人物は視覚、聴覚、発話などより多くの可能性を秘めているように感じられます。これは左の作品と対比されて、個々のキャラクターが持つ特徴や可能性が強調されているのかもしれません。右の人物はよりダイナミックで多面的な存在として描かれているように感じますね。この2つの作品は対照的な要素を通じて見る人に様々な解釈を促しているように思います。確かにね。なんか背景の色も全く違うもんね。真逆というか。そうですね。背景の色も対照的で、左は深い黒で右は鮮やかな黄色ですよね。この色の対比も作品の持つメッセージを強調しているように感じます。左はミステリアスで内向的な雰囲気、右はエネルギッシュで外交的な印象を与えているように見えますね。外交的って面白いね。このルックスで外交的もすごいよね。でもなんかそう考えたら笑ってる感じするもんね、右の方はね。なんか街でばったり出会ったとしたら、最初は右の方が絶対凶暴で怖そうと思ったんだけど、なんかだんだん左の方が怖い感じしてきたな。確かに左の方は無表情で何を考えているのかわからない怖さがあります。この2人が街で出会ったらどんな会話をするのか想像すると面白いですね。それぞれのキャラクターの奥深さを感じます。なんかさ、そういう意味で自分はどっちだろうみたいに考えると面白いかもね。エマはさ、自分自身は例えるとしたらどっちに似てると思う？面白い問いですね。私自身はどちらかというと右の作品のように多様な視点を持っていろいろなことを聞いたり話したりするタイプかもしれませんね。康介さんはどう感じましたか？どうだろうな。なんかちょっとずるいかもしれないけど、両方ありそうで、思いっきり引きこもって誰とも話したくないっていう左みたいな時もあるし、でなんかすごい起きてる出来事とかを会議とかなんかの場面でもすごい冷静に上から俯瞰で見てるみたいな、黙って俯瞰して見てるみたいな、そういう時もあれば、一方で右みたいにいろんな視点で見たがる、なんか一個の見方じゃなくていろんな視点で見たいなっていう意味で、なんかもっと他の視点ないかなっていろんな人の話を聞きたいみたいな時もあるって、そんなこと言ったらみんな当たり前にみんなそうなのかな。どうなんだろうね。確かに私たちは状況や気分によって左のような内向的な姿勢と右のような外向的な姿勢を使い分けているのかもしれませんね。それぞれの特徴を持ちながら場面によってどちらかが強く出ることもある。そんな風に考えると人間の多面性や柔軟性が見えてきて面白いですね。ここまで話してみてどうだった？いろんな視点から話せて面白かったです。左と右の作品、それぞれのキャラクターや背景の違いから深い解釈が生まれましたね。特にエマがこの作品2つからなんか気づいたこととか、なんか無理やり教訓めいたことを言うとしたらどんなことがある？この2つの作品から学べることは、見た目や表面的な印象だけで判断せず、多様な視点で物事を見ることの重要性です。それぞれのキャラクターが持つ特徴や背景の色など細部に注目することで、一見矛盾する要素から新たな意味を見出すことができる。これは日常生活でも他者や状況を多面的に理解することの大切さを教えてくれますね。僕はこの2つの作品から感じたのは、見るっていうことのいろんな見方を改めて言語化したっていうか、
例えば左の作品みたいに首を長くして上から俯瞰してみるっていう見方もあれば、右の作品のように目がたくさんあっていろんな視点で見る、複数の視点で見るっていう見方もあるし、あとなんか比較してみるっていう見方もあるよね。なんかその見るっていうことに対していろんな見方っていうことを感じたかな。